こんにちは、つれづれリメイク日和です。今回は短すぎるセーターの腕を長くするお直しをやってみました。こちらですね、母のお古のセーターなんですね。で、昔のものはすごく素材が良くてあったかいんですけども、私の方が10センチぐらい背が高いのでね、どうしても腕とか丈とかが短いんですね。それで今回こちらのセーター、腕と丈をですね、別のセーターから布を取ってきて足してみました。それで何かね、ニットに合う端切れがあればよかったんですけれども、なかったので、こちらの写真の右のセーター、あまり着ないセーターでしたので、こちらを使っていきます。それでもったいないのでね、腕と下のところ足した後の残りも、ベストと小さなバッグにして使い切りました。今回は腕を長くするところを中心に説明していきます。それではやっていきましょう。まずカフスのところですね。ここは残すので、そこに縫い代1センチつけてハサミで切ります。そこに、柄のもう一方のセーターですね。こちらの今回でしたら柄がありますので、欲しい柄のところを切ってはめ込んで縫い付けます。ただですね、もしセーターの色が合うようであれば、手首のとこ切らないでね、そこももう続けたままポンと切り替えて、上の1箇所だけ切り替えてもいいと思います。では手首のところに縫い代1センチほどつけてハサミで切ります。次に挟み込む方のセーターですね。こちらの欲しい柄のところプラス左右に1センチずつ縫い代をつけて切ります。これをこんな風に挟みます。それで今回私5センチ袖を長くしたいんですね。それでこの模様のところ、見せたい模様のところ10センチあるんです。そして左右のセーターの方が1センチずつ縫い代が短くなりますので、10センチ長くして1センチずつの縫い代合計2センチ短くなるので、このままだと8センチ長くなることになるんですね。で、私は5センチ長くしたいだけなので、残り3センチ分をこのセーターの方から切っておきます。次に、腕の幅ですねが違いますので、ここも揃えないといけません。で、セーターの方とこの挟み込む布ですね、裏返します。そして上を合わせまして、でセーターなんでね、線引いてもあんまりよくわからないので待ち針を打っておきます。この待ち針のところを縫っていきます。セーターなので毛糸があれば毛糸が一番いいと思うんですけれども、なければ普通の糸でも大丈夫です。はい、そして先ほど待ち針打ったところですね、こちら線代わりなんですけども、ここを返し縫いで縫っていきます。裏から糸を表側に出しまして、で進行方向より少し後ろへ下がって縫います。一目縫います。で裏側で糸が出ているところよりも先に進めて針を出します。また糸が出ているところよりも少し下がって、進行方向より下がって後ろ側に針を入れます。そして裏側で糸が出ているところよりも前に出します。これ返し縫いですね。これで、待ち針で打ってあるところを縫います。はい、端まで縫えました。そうしましたら玉留めをしておきます。そうしましたらこの縫い代がだいぶ幅広くなってますね。でそこを1センチほどに切り揃えます。そして切り端がね、このままですとほどけてきてしまいますので、端の始末をします。で2枚いっぺんじゃなくてバラバラにですね、開いて端の始末していきます。でここを巻きかがりをしていきます。巻きかがりは、
くるんくるんと巻いていくようにするんですけれども、手前から糸出してくるんと上側を向こうへ渡して奥から手前に針を入れます。でこの時ですね、すくうのが浅すぎるとこの毛糸が抜けちゃうんですね。でせっかくすくったのにすくった糸が取れてしまいますので、深さをね深くすくってください。深く針を刺してください。そして巻きかがり一個一個するの面倒なので、慣れてきたらこんな風にくるんくるんくるんと3回ぐらい続けてやってもできます。手前から上へ回して奥から入れる、こんな感じです。この巻きかがりを両側します。はい、そうしましたらこれをつないでいきます。まず手首のところとつないでいきます。それでつなぐ時はいつも中表に合わせます。中表っていうのは、表面と表面がぴったりくっつくように合わせるやり方です。今回ですと袖は今表を向いてます。で左側の柄物の方は、内側が表になってますので、こういうふうに重ねると表面と表面がくっつきます。そして、縫い合わせたとこですね、これを合わせるんですが、ぴったり合わせちゃうとちょっとそこゴロゴロしますので、ちょっとずらして合わせましょう。はい、そして待ち針を打ちます。そうしましたらこちらも返し縫いで縫っていきます。並縫いですと伸縮性がないんですね。返し縫いですと伸縮性が出ますので、ニットを縫うときは返し縫いがいいと思います。はい、こんな風に縫えました。そうしましたら玉留めをしまして、次に端の始末をしていきます。それでこの縫い代のところなんですけれども、端の始末ですね。2枚に別々にしないで、今度は2枚いっぺんに合わせて端の始末をしていきます。手首のところでキュッて絞るところなので、多少段がついてもいいかなと思いますのでね、ここは2枚いっぺんにすることにしました。それで縫い代の幅が少しありますので、少し切って7ミリほどにしています。では先ほど返し縫いで縫った続きからですね、はい、そのままの糸でまたこちらも巻きかがりをしていきます。はい、手前に糸が出ましたら、それを上をくるんと渡らせて、奥側からまた手前へ針を出します。はい、こんな風になりました。そうしましたら手首の方はもうこれで完了です。次に残りのもう片方の方をつないでいきます。こちらも中表にして重ねます。で重ねる時は縫い合わせと縫い合わせのところを合うようにして重ねます。でこの時もぴったり合わせるんじゃなくて、少しだけずらしてそこを縫いやすくしていきます。待ち針を止めまして、今からまたここも返し縫いで縫っていきます。返し縫いでぐるっと縫い終わりましたら、今度またこの端の始末をしていくんですけども、ここはですね、腕の真ん中のところになるんですね。そうするとここがあんまりこうガタンと段差がつくと結構目立ちますよね。それでここはなるべく段差がつかないようにしたいと思いますので、縫い代を開いていきます。で今まではここを巻きかがりで端をほどけないようにしてたんですけれども、これ今回もそうしてもいいんですが、巻きかがりをしてさらに
セーター側に縫い留めたいんですね、開いてこないように。なのでそうすると二度手間になりますので、まつり縫いで、端がほどけないようにしながらまつり縫いをしていきます。では今、セーター側をすくってるんですけども、この時深くすくってしまうと表から糸が見えてしまいますので、浅くすくいます。このセーターはですね、編み込みで裏に糸が渡ってるんですね。ですからこの裏に渡ってる糸だけをすくっています。それでこんな風に裏に渡ってない時はですね、編んである生地の半分ぐらいをすくう感じですね。下まで針を通さないで、厚みの半分ぐらいをちょっと広めにすくうような感じでやってみてください。はい、ぐるっと一周回ってきましたので玉留めをします。次に反対側の端の始末もやっていきます。こちらはですね、先ほど言ってたみたいに裏に糸が渡ってないですね。ですからこんな風に、セーターの厚みの表面ですねをすくうような感じでやっています。下まで針を通してしまうと表から見えてしまいますので、表から見えないように生地の半分ぐらいの厚みをすくっています。はい、ぐるっと一周回ってきましたので玉留めをして終わります。はい、これで片手が完成しました。上の方の次はこんな風に縫い代を開いて留めました。で、手首の方は2枚いっぺんに巻きかがりで始末をしました。これを表から見ますと、縫い代を開いたところはこんな風に平らになってます。実際着てみるとこんな感じになります。次に裾の部分ですね、長さを長くしたいのでここも全く同じやり方でやりました。ちょっとね距離が長いので縫うのは大変だと思うんですけれども、以前別のセーターでミシンで縫い合わせたことがあるんですけども、ミシンだとね端のジグザグミシンとかするとどうしても生地が硬くなっちゃったんですね。で、なんかちょっと表から見たらデコボコってなるのであんまりおすすめしません。手縫いの方が多分綺麗にできると思います。はい、裏から見るとこんな感じで、ここはですねちょっと試しに裾のリブのところも縫い代開いてみました。はい、今回ですねこちら2枚のセーターから片方切って腕と長さを足しました。そして残ったところでそのまま活かしてベストを作ってみました。ベストの肩のところは腕をほどいた後そのまま三つ折りしてまつってあるだけです。で、着たら割と可愛くはあったんですけども、ちょっとね切っちゃったので丈が短めなんですね。なのでこれを着るかどうかはちょっとわからないので、また着なければ何か別のものにしようかなと思います。とりあえず形にしたくてベストを作ってみました。そしてもう一つ腕の余ったとこですね。で、バッグ、小さなバッグを作ってみました。持ち手は手首のリブのところを伸ばしてあります。あと裏側にもねちょっと T シャツ生地で裏布をつけました。で、このままバッグにしても可愛いかなと思ったんですが、ちょうど湯たんぽを入れられるサイズだったので湯たんぽを入れてもいいかなと思います。湯たんぽ入れにする場合は持ち手ではなくて持ち手にしたところを口のところにつけて紐を通すようにしてもいいかなと思います。で、こちらはですね本当に細く残った切れ端がありましたので、それを端を縫ってコードにしておきました。
もしね湯たんぽカバーなんかにする場合だったらこちらの紐も使えると思います。はい、今回は手が短すぎるセーターのお直しと、それに合わせて余ったところであれこれ小物も作ってみました。よろしければやってみてください。最後までご覧くださりありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけましたらいいねボタンをクリック、またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。サブチャンネルのんびりリメイク日和もやっておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。